京都の岡崎というところで日本料理店、日本料理、健也というお店を営んでおります酒井健也と申します。青森県産の山菜、水を使って水とハモの大徳寺納豆炒めという、お料理を作ります。この時期ですね、青森の山、湿ったところですね、水が多いところに自生している山菜です。この時期になるとこんだけ太くですね、シャキシャキしてるんですけれども、とろっとしてくる独特の食感を持つ山菜で、地元県民にはすごく愛されている食材ですね。炒めても美味しいですし、お漬物のように召し上がっていただいても美味しいですし、すごく万能な野菜ですね。それこれ皮が結構硬いので、まずこの筋をですね、茎のように剥いていきます。これはちょっとたまに折れちゃったりするんですけれども、それは気にせずにこのようにどんどん剥いていっていただいて、なるべく折れないように。基本的には茎だけ食べる。茎だけ食べますね。はい。葉っぱはね、これちょっと筋が硬くてなかなか食べることはないですね。先ほど自生されてるっておっしゃってましたけど、基本的にはあれですか、もう本当に育ててるわけではなくても、山に自然に、そうですね。栽培されてるってことはなく、本当に山の恵みをいただいているという感じですね。でこの根っこに近い部分が赤くて大きいものがいい水とされていて、ネバッとした食感が高ければ高いほど美味しい水とされていて、津軽弁でこのネバッとしたことはずるめぐっていうんですけども、ずるめいでる水が美味しいっていうふうによくおばあちゃんが言ってましたね。剥くのがすごく手間なんですけども、よく母親とか祖母が剥いてたなみたいな光景は子供の記憶の中にありますね。春の山菜のように強いアクはないので、水に落としたり必要性はなくて、この剥いたそばから切って調理をしていくっていう感じですね。食べやすい大きさに切ります。それでは大徳寺納豆と一緒に炒める香り付けとして、ちょっとエシャロット。日本料理でエシャロットって珍しいですか？そうですね、あんまり使わないと思うんですけども、炒めた時の香りがやっぱりいいので。大徳寺納豆力強いパワーのある味がするので、ニンニクの風味もつけて、大徳寺納豆だけにも負けない風味もちょっとプラスします。大徳寺納豆このままでしたら大きすぎてそれぞれ材料に絡まないので、ちょっと細かく刻んでいきます。大徳寺納豆ってどういうものになるんですか？大徳寺納豆は大豆に塩をしてずっと長期間かけて、長いことかけて発酵させた調味料ですね。味噌の原型ですね。中国では、豆豉というふうに呼ばれていて、よく麻婆豆腐とかに入っているものですね。日本には禅宗とともに伝わってきて、禅寺で作られているものですね。ですから大徳寺さんでしたら大徳寺納豆、一休寺さんでしたら一休寺納豆という感じです。どういうきっかけでこの食材を知られたんですか？以前修行させていただいてた共生家さん、このように豆豉炒めというものをされていて、菊の井さんでも大徳寺納豆を使われていて、その料理のアクセントとかに使われていたので、存在はしていたんですけども、炒め物とかに使うっていうのは共生家さんで学ばせていただいたことですね。だいぶ細かくしてますね。フードプロセッサーみたいなのをかけるのとは違う。そうですね。やっぱり鋭い刃で刻むっていうようなものを、食材がちゃんと切れてるということですから、ぐちゃっとなっちゃいますね。フードプロセッサーでやつはどうしても。骨切りはもう基本中の基本というか、包丁を斜めにして骨切りしていきます。骨がこのように入っているので、それに垂直に当たるようにして切るとよく切れるので、骨切りができたので、下味をつけて揚げていきます。まずは鍋に油をひいて、ニンニクですね、それから先ほど刻んだ大徳寺納豆も入れて炒めていきます。それでニンニクに火を通すという感じですね。それから大徳寺納豆も余分な水分を飛ばしていきます。弱火でじっくり焦げないようにしながら、ニンニクが色づいてきて香りがしてきたら OK ですね。このハモに下味をつけるんですけれども、魚醤ですね。ベトナムのニョクマム、日本酒、
で軽く下味をつけます。いろんな魚醤を味わってみたんですけども、ベトナムのヨクマムというものが一番日本人の舌に馴染むというか、臭みがそこまでなくて、で加熱したらその臭みは飛んでうまみだけが残る調味料ですので、ヨクマムをよく使ってますね。先ほどの水にちょっとした味を軽くした味を入れたいので、火を通してから発泡だしを作って刻んだ昆布を入れて、昆布のうまみを高めた発泡だしに、ちょっとつけます。湯がいていくとだんだん色が鮮やかに、赤かったところも鮮やかな緑になっていきます。湯がく時には特に塩とかを入れなくて、そうですね、そのままですね。山菜とか野菜っていうのは結構茹で加減が難しいと思うんですけど、水に関してはどのぐらい湯がく？そうですね、やっぱりこうシャキッとしたのが一番のチャームポイントなので、このシャキッとしたものをどれだけこう極められるか。湯がけてくるとシャキッとしたところにとろみも出てくるので、とろみが出てくるところを目指して、なので青森ではよくホヤとよく合わせて食べることが多いですね。生のホヤとか、あと磨きニシンですね。磨きニシンやっぱ北海道青森でよく取れて、保存のために、乾燥させた磨きニシンと合わせて食べることが多いですね。この綺麗な色を残したいので、すぐ冷ませるように氷水を当てて急冷します。先ほどの下味をつけたハモに片栗粉をまぶして、でざるにあげて余計な粉は落とします。これ大体油の温度何度ぐらいのところに？180度ですね。ハモすぐ火が通るので1分も満たないぐらいですね。外側がカリッと中はふわっとするように揚げていきます。その間にこちらで先ほどの炒めた大徳寺納豆とエシャロットを炒めて揚がったハモを投入していきます。入れていきます。炒めます。軽く塩とグラニュー糖で少し甘みをプラスします。はい、これで完成です。最後ちょっと酸味と香りでスダチをちょっと絞ります。ハモ下味がついてですね、魚醤のしっかりとした旨味がありまして、それで大徳寺納豆とニンニクの強い旨味と香りがギュッと乗っております。ただそのハモ結構しっかりとしたお味になっておりますので、水はその味のクッション材ですね。ちょっと口の中を和らげてくれるですね、このシャキシャキっとした食感とネバっとした食感がこのハモと体化して、一つの料理として、まとまっているお味となっております。水とハモの大徳寺納豆炒めでございます。ハモと、青森県の山菜水の、大徳寺納豆炒め、今回は炒めて、でハモはしっかりと下味をつけて、油で揚げてカリッと中はふわっと仕上げていて、大徳寺納豆のこの力強い香りとニンニクの力強い香り、これをプラスして結構ねハモ、しっかりとした味になってる。でそのしっかりとした味を和らげてくれるような、この水、今回は水はそういう役割ね、食感っていうのとこの全体の料理をまとめ揚げるっていうのが、この水の役割かな。ちょっと最後にねスダチを絞って、スダチは酸味と香りもプラスしてあげると、よりこう香りがプラスされて酸味もちょっと他の味を際立たせる。ハモをさっき最初味わって、で水を即座にこう、ハモの表面がすごいパリッとしてる。パリッとしてる。水はシャキシャキ。で水は軽くして味入れたけどそんな味はないから、ちょっとこう和らげつつ全体をまとめ上げるみたいな。ハモが、結構しっかり味付いてるんで、水はあっさりしてるんでちょうど、いい感じ。いい感じ。ビールとか紹興酒が欲しくなってくる。ニンニクも入ってるんで。そうやね。よく合います。よく合うというのをいただきました。
ありがとうございます。今回のこの料理、9月6日発売の10月号の紙面にも掲載されておりますので、ぜひご覧ください。